はい、こんにちは。カムル研究会代表の西尾と言います。今回はカムル入門シリーズその4についてお話ししたいと思います。どうかよろしくお願いします。はい、カムル入門その4、カムルの運動問題の捉え方、運動問題はどのように生まれるかということについてお話ししたいと思います。カムルでは問題は主に3種に分類します。1つ目は原因が明確で解決可能で繰り返さない問題。2つ目は原因が多数で繰り返す問題。3つ目は原因は明確だが解決不可能である問題。これらの分類によってですね、問題の発生の仕方、特徴、解決法が変わってくるので、これを説明したいと思います。まず1番目、原因が明確で解決可能で繰り返さない問題。例としては、腰痛があるんですけども、これが一度の都市療法で改善する場合ですね、因果関係の想定をしてみると、背部の軟部組織に癒着、短縮などがあるというのが原因で、結果として硬さ、血流の低下などがあって、痛みが生じているというわけですね。こういったケースでは、アプローチは問題となる身体要素に焦点を当てて、それを改善するということですね。例えば都市的療法で局所の柔軟性を改善すると治ってくるという形になります。このような因果関係が明確で解決可能で繰り返さない問題はですね、悪い要素が運動問題を起こすという伝統的な視点が有効ですね。つまり学校で習った原因、悪いところ、要素を探して治すというアプローチが有効です。一般に多くの整形疾患や単純な肺葉では、運動リソースが一時的に低下しているだけで、予期的運動認知や従来身につけた運動スキルは継続的に利用可能なことが多いですね。だからこのような単純なケースでは、悪い要素、悪い運動リソースを改善すれば、自然に生活課題達成力は改善するというわけです。2つ目は、原因が多数で繰り返す問題。実際にはこれが多いわけですが、例として、腰痛は都市的療法で改善するが、すぐに再発を繰り返すといった場合です。これをやはり因果関係で調べてみるとですね、いろいろ調べると、事務職で、職場での長時間の同一在姿勢保持が見られることですね。長い時間を、ね、一斉で座っている、パソコンを見ていて、亀首になっているとかですね、猫背になっているなんてことも見られます。2つ目は、不規則な食生活習慣、仕事が忙しいんで、決められた時間にドカ食いをしたりとかですね、しばらく食事を抜いてたくさんいっぺんに食べたりするとかですね、それから偏食があって、揚げたものが好き、油で揚げたものが好きなんていう食生活習慣があるわけですね。3つ目としては、もうすでにちょっと肥満気味でして、姿勢アライメントが歪みやすいわけですね。例えばお腹を突き出た姿勢で、立ってしまうといったようなことですね。4つ目は運動習慣がなくて、運動不足による全身の筋力、柔軟性が低下しているわけです。こういったですね、要素がですね、互いに影響し合ってですね、いるわけですね。で、このような人の運動システムのように、たくさんの要素が関わってくるような複雑なシステムではですね、運動システムは安定状態に向かう、あるいは安定状態にとどまるという性質を持っています。どんな安定状態にとどまっているかというと、これですね。骨人体性の姿勢保持、つまり骨人体の制限を利用した姿勢保持をするようになる。先ほど言いましたように、えーお腹を突き出して、脊椎の制限とかですね、人体の制限を使って、筋力を使わない姿勢保持のスキルが顕著になってくる。それから、その結果として、背部とか背部の軟部組織の柔軟性や血流が低下してきて、これが繰り返す痛みになっているわけですね。で、これは都市的療法で一時的に改善するわけなんですけども、この都市的療法で改善する小さな変化、改善は、
全体の相互作用の中で消耗されるという特徴があります。これもやはり複雑な運動システムの特徴でしてね。保守的療法でこれが一時的に改善されるわけですね。血流低下とかが一時的に改善されるんだけども、基本となっているのは、先ほど述べたように、長時間の同一材質性保持であるとか、不規則変色の食生活習慣、やや肥満気味であるとか、運動不足がやはり、常に影響し合っているわけですから、都市療法で生まれた効果は、すぐにですね、消耗されてしまってですね、全体の中で、全体の相互作用の中で消耗されてしまって、またこの痛みに安定状態に向かうという形になるわけですね。このように原因が多数で不明確な問題では、様々な要素間の相互作用から生まれる状況から問題が生まれているというふうに考えます。だから、改善可能な運動リソースはできるだけ改善するということを考えています。つまり、一つ、腰痛があるから都市的療法を行うっていうだけではなくて、改善可能な運動リソース要素はできるだけ改善していくことを考えていきます。例えば、不規則変色の食生活習慣を改善する。運動不足による筋力柔軟性低下は良くないんで、運動習慣を作ってともかく歩いたりですね、体を動かす習慣を作っていく。階段を使うとかですね、バス停1個前に降りるとかですね。こういって、その結果、肥満の改善も見られてくるようになる。それから、職場での長時間の同一材質性保持なんかもですね、1時間に1回はトイレに行って、その時についでに階段で、一つ上の階に行ってトイレをするとかですね、そんなことができるんだったらですね、そういった感じで、1時間に1回は体を動かすようなことをしていく。もちろん腰痛には今まで通り都市的療法を行っていく。動きやすい体を作っていくという形ですね。このようなやり方をですね、多要素多部位同時アプローチと言います。運動リソースで変化改善可能なものは同時にたくさん変化改善させるということを考えていきます。もう一つは、より優れた運動スキルを探索、発見、創造してもらうということですね。現在、骨人体の制限をして姿勢保持をするスキルを使っておられますが、そうではなくて、運動とかしてですね、筋力柔軟性利用の姿勢保持スキルをこれから身につけてもらうようにするわけですね。これは運動スキル学習と呼ばれています。豊富にした運動スキルをもとに、より好ましい運動スキルを発見、探索、創造するという活動をしてもらうわけですね。このようにですね、様々な要素の相互作用から生まれる状況から繰り返し問題が生まれる場合は、全体の大きな状況変化が鍵になってきます。保守療法をやって生まれた効果は、それだけでは全体の相互作用の中で消耗されてしまうから、できるだけ全体に大きな変化を起こす、状況変化を起こすということが大事です。ということですね。3つ目は、原因は明確だが解決不可能である問題について考えています。例としては、脳卒中、肩麻痺、失調症、積損などですね。例えば原因は脳脊髄細胞などが壊れて麻痺が出現したことなんですけども、リハビリでは壊れた脳脊髄細胞も麻痺も治せません。そうすると、こういった障害では運動リソースが広範囲に継続的に失われたままの状態が問題になりますね。筋力がないという状態がずっと続くということですね。そうすると、運動リソースの低下はもちろん、運動スキルも低下消失してくるわけですね。つまり、運動スキルの低下は、そのまま生活課題達成力の低下になってしまいますので、ここが問題なわけですね。じゃあどうするかということなんですけども、この場合もですね、アプローチはですね、基本的に増やせる運動リソースはできるだけ増やすということをしていきます。運動リソースが豊富であれば、運動スキルは多彩になります。いや、筋力を増やせないじゃないかということもありますが、柔軟性は増やせるケースが多いですね。柔軟性が改善すると、重心の移動範囲が広がったり、運動範囲が広がったり、より多くの軌跡が取れるようになったりしますので、新しいスキルが生まれてくる可能性がある。あるいは、環境リソースとしてですね、例えば、重度の麻痺の方でも、電動車椅子を
使ってもらうわけですね。電動車椅子があれば、例えば指先がほんの少し動くとか、首が動くということだけで移動運動ができるようになるということですね。つまり、利用可能な運動リソースをできるだけ増やしてあげる。身体リソースだけでなくて、環境リソースも増やしてあげるということです。同時に、増えた運動リソースを利用した生活課題達成のための新しい運動スキルの探索、発見、創造、つまり運動スキル学習が必要で、この3つ目の問題では特にこの運動スキル学習が重要になってきます。先ほど電動車椅子を提供したらですね、電動車椅子をどう操作するかという操作の運動スキルが非常に重要になってくるわけですね。あるいは歩くということを考えても、例えば新しい歩行スキルを身につけていただく。こういった例はたくさんあってですね、例えば、腓骨神経麻痺だと下垂足が起こりますので、つま先が床に引っかかって転ばないように自然に警歩という新しい運動スキルを探索、発見、創造されてますね。肩麻痺患者さんの分回し歩行とか伸び上がり歩行もそうで、麻痺で足が動かないんだけども、患者さんは苦労して自分で探索、発見、創造されるわけですね。こういった分回し、検測に重心移動して、検測の動きを使って、体幹の動きとかを使って、乾燥下肢を振り出すとか、検測のつま先立ちを利用して、下肢を振り出すとかですね。こういう新しい歩行スキルを身につけることが非常に重要になってきます。この問題ではですね、アプローチはやはり多要素多部位同時アプローチ、増やせる運動リソースはできるだけ増やす。ね筋力を増やさなくても柔軟性や環境リソースをできるだけ増やしていく。そしてそれらを利用する運動スキル学習ですね。増えた運動リソースを利用した生活課題達成のための新しい運動スキルの探索、総合が必要になってきます。カムルでは常により好ましい状況変化を目指します。多要素多部位同時アプローチと運動スキル学習。これの2本の柱がですね、カムルの中心なんですけども、運動スキル学習については、詳細は講習会で、お知らせしたいと思います。カムルの3種の分類、もう一回まとめておきますね。原因が明確で解決可能で繰り返さない問題であれば、学校で習った悪い要素を改善するアプローチで十分です。で、その後繰り返さないかを観察して、繰り返すなら2に行くということですね。実は原因が多数で繰り返す問題であるということですね。多要素多部位同時アプローチ、運動スキルプラス運動スキル学習が有効であるということですね。例えばですね、よくあるんですけども、普段何気なく自立して歩いているように見られても、ちょっとしたきっかけで再々転倒するような方がおられますよね。忘れた頃に転倒を繰り返したりするわけです。そういったケースも結局はですね、単純に一つの要素で起きているっていうよりは様々な要素が影響し合っていることがあるんで、2のアプローチが有効になってきます。3つ目は原因は明確だが解決可能である問題。ね、この場合も多様多部位同時アプローチと運動スキル学習が有効であるという形になります。さて、今回はこれでおしまいです。次回はカムル入門その後、課題を達成するのは筋力ではない、運動スキルであるという形に、テーマについてお話ししたいと思います。それでは、またね。